草履を胸に走る少年はいつしか名を持ち、刀を持ち、やがて国を治めるようになりました。豊臣秀吉、天下人と呼ばれたその背後には、ただ一人の男の影がありました。織田信長、すべては彼の瞳に映されたことから始まったのです。見上げた背中、かけられた言葉、そして呼ばれなかった最後の夜。喪失の底から立ち上がり、手にしたもの。けれどその手に、最後まで残ったのは、重たい草履の記憶でした。この物語は、映画の記録ではありません。一人の男が誰かの名を胸に生き、そして何かを託そうとした奇跡です。この動画が面白い、参考になったと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。第1章、信長の瞳に映るもの、日吉丸から藤吉郎へ。草履を懐に入れ、日吉丸は城の廊下を走っていた。冬の朝、石畳は冷え切り、吐く息が白く揺れている。小さな足音が止まったのは織田信長の前。かすかに震える手で草履を差し出した。ぬくいな、お前、名は。その声は炎のような鋭さと氷のような静けさを併せ持っていた。少年は頭を深く下げたまま答える。日吉丸にございます。返事はなかった。ただその日から彼にだけ与えられる役目が増えた。誰も見ていない隙間で焚き木を揃え、刀を研ぎ、馬の足を洗う。信長の名が轟くほどに日吉丸は影を深くしていった。猿、お前、どこにでもおるな。侍の一人が笑いかける。殿がどこにでも行かれるので、私もついていくまでです。言葉は控えめだったが、その目はまっすぐだった。信長の姪は時に人を切り、時に国を燃やした。だが日吉丸は恐れなかった。むしろその姿に初めて生きる理由を見出していた。信長が夜中に馬を走らせる時も、雨の中陣を張る時も、日吉丸の手はいつも近くにあった。城の隅で控えながらその姿を見ていた。殿はどこを見ておられるのでしょう。誰にともなくつぶやくと、焚き木がパチリと音を立てた。炎の揺らぎに映る信長の横顔はまるで先にしか興味がないもののようだった。ある日、信長がふと立ち止まった。甲冑を脱ぎながらこう言った。お前は己の名を持つ気はあるか。名をですか。そうだ、影のままで終わるには惜しいと思うた。その一言に日吉丸は何も言えなかった。それは生まれて初めて自分というものを問われた瞬間だった。それからしばらくして彼は藤吉郎と名乗るようになった。名が与えられたからではない。信長の言葉が名を生む決意に変わったのだ。名を持つということは責任を持つことだぞ。信長の言葉はまっすぐだった。はい、名を恥じぬように生きます。その夜、藤吉郎は母に宛てて短い文を書いた。名をもらいました。もう少しこっちでやってみます。墨がにじんだのは筆先のせいか涙のせいかはわからない。信長の背に従うことは戦の矢面に立つことではなかった。むしろ影に徹することだった。けれど藤吉郎はそれでいいと思っていた。いつか自分も誰かの背中になれたらと。風が吹く夜、信長の足音が遠ざかっていく。その後、藤吉郎は迷わず歩いていった。ただ、その背中が全てだった。第2章、背中の影に咲く花、そば使いの日々とかすかな誇り。戦の日が上がるたびに、信長の陣には静けさが増していった。その静けさの隅で、藤吉郎は動いていた。旗の影、焚き火の影、誰にも気づかれない場所で、刀を磨き、飯を整え、道を鳴らす。おい、猿、お前、戦に興味はねえのか。陣中の若侍が、やや茶化すように声をかける。勝ちよりも殿のおられる場所の方が大事です。そう言って藤吉郎は手にした皿の縁を指で拭った。信長は藤吉郎を使い勝手の良い男として重宝していた。だがそれは
命を預けられるということではなかった。ただ指示を出せば確実に動くもの、沈黙し従い消えるように物事を整えるもの。信長様のこと怖くないのか。ある日他の侍が小声で尋ねた。藤吉郎は少し考えてから答えた。怖いです。ですが、あの方の怒りには熱があります。冷えた怒りよりも私は熱を信じます。信長の怒号が飛ぶ会議の場で藤吉郎はただ筆を走らせた。誰が責められても誰が褒められても彼の表情は変わらない。だが帳簿の端にだけ小さく印が残っていた。信長の言葉を忘れぬようにと。出世はいつの間にかついてきた。だが藤吉郎にとって出世とは名前を呼ばれる頻度が増えることではなかった。それは信長の声に含まれる間を理解できるようになることだった。今日のよくやったは褒め言葉じゃないな。どうしてわかる。殿はそういう時目をそらされませんから。信長の背は常に何かを追いかけていた。その速さに誰もついていけなかった。けれど藤吉郎は影のようにその背中に食らいついていた。ある日信長がぽつりとつぶやいた。人の上に立つというのはな、決して楽なことじゃない。それでもお立ちになるのですか。当たり前だ。誰かがやらねばならぬのだからな。藤吉郎はその言葉を胸に刻んだ。誰かがやらねばならぬという覚悟。それは信長の美しさであり孤独でもあった。夕暮れの城下、信長の影が長く伸びる。藤吉郎はその影を踏まぬように少し横を歩いた。殿の背中は大きい。でも冷たい風が吹いている気がします。それでもお前はついてくるのか。はい、背中が冷えるなら温めればよろしい。その夜信長は何も言わなかった。ただ超一服黙って差し出した。それはきっと信頼でも命令でもない、旗にいてよいという無言の許しだった。藤吉郎の誇りは先行でもなければ肩書きでもない。ただあの人の影としてそこにあり続けられることだった。第3章、崩れた灯火、本能寺と名を呼ばれない夜。雨が降り始めたのは明け方だった。備中高松城の包囲を続けていた秀吉のもとに一通の文が届けられる。封を切る指がかすかに震えた。濡れた紙にはわずか数行。本能寺にて信長公自害。その瞬間周囲の音がすべて消えた。風も鳥も雨もすべてが彼の中から遠のいていく。なぜ呼んでくださらなかったのですか。声にはならなかった。誰に届くこともない問いが胸の内に落ちた。いつもなら信長は最後の一手を伝えてくれた。策を、道を、戦を先に描いてくれた。だがその夜藤吉郎は名を呼ばれなかった。殿がいない。絞り出すように言った。わしらはどうすれば。秀吉はしばらく空を見ていた。それは信長がよく見ていた空だった。戦の前も勝利の後も黙って空を仰いでいたその姿を思い出す。殿のいない世は風が止まっているようじゃ。そう言って秀吉は文を炎にくべた。燃え残った文字が闇の中でちらちらと消えていく。京へ戻る。戦などしている場合ではない。即断だった。毛利との講和をまとめると秀吉はすぐに兵を返した。道中彼はほとんど言葉を発さなかった。だが帳面にだけは何かを書き続けていた。その一節にこうあった。殿が成し得なかったものを継がねばならぬ。だがそれはわしのためではない。殿が命を懸けた意味を消さぬためだ。山崎の戦いで明智光秀を討った後、秀吉は信長の後継者として動き出す。それは野心ではなかった。残されたものとして自分が壊してはならぬものを守るためだった。殿ならどう動かれたか。信長が残した遺品の中から
小さな茶碗を手に取った。これが好きでしたな。形がいびつでも味があると。そう言ってしばし目を閉じた。信長の声が耳に残っている。すべてはまだ言葉の間、命の間、判断の間、それを見誤るな。彼は甲冑をつけず足元に草履を置いてから座についた。もう一度この足であの人の見ていた景色をたどってみようと思う。そうつぶやいた時、誰も声をかけられなかった。その背中には信長の影が確かに重なっていた。信長を失った夜、呼ばれなかったその喪失を彼は受け継ぐという答えで埋めた。愛された証を求める代わりに愛した者の意志を守ることを選んだ。灯火は消えた。だが肺の中にかすかな熱が残っていた。その熱こそが秀吉の次の一歩を照らしていた。第4章、拾った天下、置けぬ刀、天下人としての葛藤。秀吉公、おめでとうございます。天下人の御座をついに。そう祝われた日、秀吉は庭の端に咲いた草をじっと見つめていた。その顔に笑みはなかった。むしろ誰にも気づかれないほどの深い沈黙が漂っていた。信長の死からただ前を見て走った。山崎の戦、静ヶ岳、小牧、長久手、刃を交えるたび誰かの名を心に浮かべていた。殿ならここで退かれたか。いや、あの方はつく。問いは繰り返されるばかりで答えは常に揺らいだ。戦に勝つたびに遠ざかっていく背中があった。信長が照らしていた道はもう誰にも見えなかった。わしは正しいのか。ある晩、茶室で官兵衛に問うた。正しさとは後の人が語ることです。じゃあ今は。今はただお一人が決めるしかないのでしょう。肩書きが増えるほど言葉は減った。誰もが膝を折り笑顔を見せる。だがその笑顔の裏にある沈黙に秀吉は気づいていた。皆見上げてくれるけど隣には誰もおらんの。信長がどれほどの孤独を背負っていたか、今なら少しだけわかる気がした。祭りごとを進め、城を築き、天下統一は目前だった。だが刀を置くことはできなかった。手放せば何かが崩れてしまうようで。この刀は守るためのものではなくなったのかもしれん。秀吉は夜ごと草履を磨いた。かつて信長に差し出した草履。冷えた足元を温めたあの日の感触だけは今も手のひらに残っていた。あの人のようにはなれんかもしれん。そう思うたび彼は手を握りしめた。なれぬのならなれぬなりに次へ渡す手を考えるしかない。秀頼はまだ小さい。だがあの子には戦の匂いを覚えさせたくない。殿、そのためには平らかな時を残さねばなりません。わしは刃で開いてきた。けどあの子には筆で開かせたい。その言葉の後、しばらく雨の音だけが続いた。天下人となった男が夜に一人雨を聞く。その姿にかつての影はなかった。ただ誰にも見えぬ重みを背に立っていた。草履を磨く手は震えていた。それは老いのせいではない。あの日信長の背に添えたかった手のひらが今もそこに浮かんでいたのだ。殿、わしは間違っておりませんか。声を出して問うても返事は来ない。けれどその問いを持ち続けたことこそが彼の誠だった。天下は手にした。だが置けぬ刀と呼ばれなかった名が胸に残り続けた。そして彼はようやくそれでも残せるものを見つけてゆく。第5章、草履の重み、風の行方、秀頼への手紙。伏見城の庭に小さな梅が咲いていた。春にはまだ遠い季節。それでも枝先にはかすかな膨らみがあった。秀吉は縁側に腰を下ろし、その木を見つめていた。今年は咲くかのう。いや、咲かねばならん。声は誰にも届かない。膝の上には
丁寧に磨かれた草履が一足置かれていた。かつて信長に差し出したものと同じ作り。置いた指先が布の端をそっとなぞる。朝鮮の戦は失敗に終わり、多くの命が異国の土に倒れた。人心は離れ、かつての栄華はすでに遠い。だが秀吉はそれを語ろうとはしなかった。わしはようやく分かったのかもしれん。誰にも向けずにつぶやいた言葉に庭の風が小さく答えた。人は何を得るかではなく、何を託すかで測られるのだ。その日、彼は筆を取り、一通の手紙を書き始めた。宛先は幼い息子秀頼。墨のにじみを気にする素振りもなく、ゆっくりと記す。秀頼よ、この国を治めることは刀を振るうことではない。人の言葉をよく聞き、声にならぬ思いを汲み取りなさい。勝ちよりも大切なのは残すことだとわしは学んだ。お前がもし誰かの草履を手にしたなら、それを温めてからそっと差し出してやるとよい。それだけで人の心は動くものだ。書き終えた紙を畳み、桐の箱に収めた。その上に草履をそっと置く。秀頼にとっては意味のない一足かもしれない。だがそこには生き抜くために大切なものが全て詰まっていた。夜、秀吉は火を消させ、一人床に着いた。障子越しに虫の声。暖かな気配はもはやどこにもなかった。殿。ぽつりと誰にも聞こえぬ呼び名をつぶやく。あの背中を思い出す。言葉少なく、ただ遠くを見つめていた男。その姿に追いつきたくてただ走った。わしはあの方のように離れなかったかもしれん。でもあの方のために生きてこれた。目を閉じると草履のぬくもりが手のひらに戻ってきた気がした。風がふっと吹き、梅の枝が揺れた。つぼみの一つがわずかに開く。秀吉の命は静かに尽きていった。騒がしさもなく歓声もなく、ただ一つの思いが風に溶けていく。草履は誰にも踏まれぬまま残された。だがそれを受け取った者がいた。幼き秀頼がそれを抱きしめたという。人の手から手、声なき者が受け継がれてゆく。それこそが豊臣秀吉が残した最も深く最も温かな天下だった。今回の動画は以上となります。豊臣秀吉はただ戦い栄光をつかんだ男ではありませんでした。その歩みは信じた人の背中を追い、名を呼ばれぬ夜を越え、最後には一つの草履に未来を託した人生でした。誰かに見つけられ、誰かを信じ、そして次に残す。そうした静かな祈りのような日々が今もどこかに続いているのかもしれません。内容についてご意見があればコメント欄にぜひお願いします。また高評価やチャンネル登録いただくことが大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。